今回はマザー32のパッチングとその他の設定についてお送りしたいと思います。マザー32はセミモジュラー式ですでに内部パッチングがされている状態となっていますので、特にパッチングをしなくても音作りが可能です。しかしながらパッチングを行うことで音作りの幅をさらに広げることができます。はい、このように32のパッチが並んでいて、コントロールボルテージ CV と呼ばれる信号をやり取りします。このようにラベリングがあるものがアウトプット、ないものがインプットとなっていまして、基本的にはアウトからインに接続します。ケーブルは 3.5mm のパッチケーブルを使います。原則として CV はプラスマイナス 5V の範囲で使用します。ゲート信号は 0V でオフ、プラス 5V でオンとなっています。今回すべての動作をお見せすることはできないんですけども、まずは同じく Moog の DFM と接続して実証したいと思います。まずアサインのアウトから DFM のクロックインにパッチングします。まずこれで2つの機器を同期させます。まず最初にご紹介するのは EXT オーディオインプットです。名前の通り音声入力です。こちらユーロラックのシンセのレベル基準に合わせたゲインとなっていますので、MP3 プレイヤーなど音量の低い機器はプリアンプなどで音量レベルを上げる必要がありますので、その点ご注意ください。こちらミックスノブを右に回すことで外部入力の音声を聞くことができます。続いてこちらはミックス CV インプットです。ミックスノブを CV でコントロールする際に使用します。DFM の VCO1 アウトからミックス CV インプットにパッチングします。例えばこの状態で DFM VCO1 のフリクエンシーを操作するとこのように音が変化します。はい、こちら VCA CV インプットです。マザー32の VCA を CV でコントロールする際に使用します。今回は LFO の出力をパッチングしてみます。VCA アウトプットです。こちらはボリュームノブ通過後の出力になっています。今回は VCA アウトから DFAM のオーディオインにパッチングします。基本的にこちらのボリュームノブで音量を調整します。今はですね DMAF の音声だけをモニターしている状態です。この状態で DFM のオーディオ入力を調整するとマザー32の音声がモニターできます。ノイズアウトプットです。こちらはホワイトノイズジェネレーターからの出力となっています。ここではノイズアウトから DFAM の2つの VCO のインプットにパッチングしてみます。
VCF カットオフインプットです。VCF のカットオフフリーケンシーを CV でコントロールする際に使用します。今回は VCF カットオフのインプットと DFM の VCO1 のアウトをパッチングします。VCF レゾナンスインプットです。VCF のレゾナンスを CV でコントロールする際に使用します。ここでは VCF レゾナンスインプットと DFM の VCO1 アウトをパッチングします。VCF アウトプットです。VCF の入力ソースのレベルやカットオフノブの設定により効果が変わります。今回は VCF アウトから DFM の VCF モジュレーションインプットにパッチングします。VCO1V オクターブインプットです。こちら 1V1 オクターブ規格のピッチモジュレーションに使用できます。目安としてプラスマイナス 5V の CV 入力に対して VCO のピッチが 8Hz から 8kHz の範囲で変化します。今回は DFM ベロシティアウトから VCO1V オクターブインプットにパッチングします。今回は DFM の1拍目に出力されるベロシティの影響によりその時だけマザー32のピッチが変わる設定となっています。VCO リニアフリーケンシーモジュレーションインプットです。主に VCO のピッチを変化させ、複雑な倍音を持つ音色を作ることができます。今回は DFM の VCO2 アウトから VCO リニアフリーケンシーモジュレーションのインプットにパッチングします。VCO モジュレーションインプットです。VCO のパルス幅またはピッチを CV でコントロールする際に使用します。今回は DFM の VCO1 アウトから VCO モジュレーションインプットにパッチングします。
VCO 総アウトプットです。VCO のノコギリ波を出力します。そしてこちらが VCO パルスアウトプット。VCO のパルス波を出力します。LFO レートインプットです。主に LFO の周期を CV でコントロールする際に使用します。プラスマイナス 5V の CV 入力に対して LFO の周期が約 0.18Hz から 190Hz の範囲で変化します。今回は DFM VCO1 アウトから LFO レートインにパッチングします。続いて LFO-SQ アウトプットです。LFO の単形波を出力します。そしてこちらが LFO トライアングルアウトプット。LFO の三角波を出力します。そして次に MIX1 インプット、そして MIX2 のインプットです。どちらも CV などの信号を接続でき、プラスマイナス 5V の電圧を入力できます。こちらそれぞれ VC MIX ノブの左側に MIX1、そして右側に MIX2 がそれぞれ内部接続されています。今回まずは DFM VCO1 アウトを MIX1 インプットにパッチングします。そして DFM VCO2 のアウトプットから MIX2 のインプットにパッチングします。そして VC MIX アウトから VCO リニアフリケンシーモジュレーションインプットにパッチングします。そして次に VC MIX コントロールインプットです。こちらは VC MIX ノブを CV などでコントロールする際に使用します。プラスマイナス 5V の CV で MIX1 と MIX2 をクロスフェードミックスさせることができます。そしてこちら VC MIX アウトプットです。こちら MIX1 と MIX2、そして VC MIX コントロールインプットに接続した CV などをミックスした出力です。続いてこちらマルチインプットです。バッファ付きのインプットとなっています。そしてこちらがマルチ1アウトプット。先ほどのマルチインプットに入った信号の出力になっています。そしてマルチ2アウトプット。マルチインプットに入った信号のもう一つの出力です。基本的にはマルチインプットに入った CV などの信号をマルチアウト1とマルチアウト2に同時に出力することができます。
通常こういった分岐ケーブルを使って2つに出力するんですけども、マザー32の場合は最初からマルチアウトが2つありますので、非常に重宝すると思います。続いてアサインアウトプットです。こちら多機能なパッチとなっていまして、16種類の信号を出力することができます。アサインアウトの16の機能にアクセスするためにはセットアップモードに入る必要があります。セットアップモードへの切り替えはシフト、リセットアクセント、セットエンド、そして8の4つのボタンを使用します。ちなみにセットアップモードは3つのページがありまして、ページ1がセットアップモード、ページ2が MIDI チャンネル、そしてページ3がテンポインプットモードになっています。今回はページ1のセットアップモードを選択します。そしてあとは1から8の数字ボタンを使ってそれぞれの機能に切り替えます。9から16を選択する場合にはシフトボタンを押しながら数字ボタンを押してください。アサインアウトの1番目の機能はアクセントです。デフォルトではこの1番の設定になっていまして、アクセントが入ったステップを演奏する際に 0V からプラス 5V に立ち上がるパルスを出力します。2つ目はクロックです。こちら 0V からプラス 5V に立ち上がるクロック信号を出力します。3つ目はクロック2分の1です。内部クロックのテンポの半分のタイミングで 0V からプラス 5V に立ち上がるクロック信号を出力します。4つ目はクロック4分の1です。内部クロックのテンポの4分の1のタイミングで 0V からプラス 5V に立ち上がるクロック信号を出力します。5番目はステップランプです。マイナス 5V からプラス 5V へ CV が徐々に上がっていくランプ波を出力します。6番目はステップソーです。プラス 5V からマイナス 5V へ徐々に下がっていくノコギリ波の CV を出力します。7番目はステップトライアングルです。マイナス 5V からプラス 5V の間を上下して繰り返す三角波の CV を出力します。8番目はステップランダムです。こちらはマイナス 5V からプラス 5V の範囲で CV の電圧がランダムに出力されます。9番目はステップ1トリガーです。こちらはシーケンサーがステップ1を演奏するごとに 0V からプラス 5V に立ち上がるパルス波を出力します。10番目は MIDI ベロシティです。こちらは受信したベロシティの値0から127に対応する CV をプラスマイナス 5V の範囲で出力します。11番目は MIDI チャンネルプレッシャーです。こちらは受信したアフタータッチの値0から127に対応する CV をプラスマイナス 5V の範囲で出力します。12番目は MIDI ピッチベンドです。こちらは受信した MIDI ピッチベンドの値0から127に対応する CV をプラスマイナス 5V の範囲で出力します。13番目は MIDI-CC1 です。こちらは受信したモジュレーションの値0から127に対応する CV をプラスマイナス 5V の範囲で出力します。14番目は MIDI-CC2 です。こちらは受信したブレスコントローラの値0から127に対応する CV をプラスマイナス 5V の範囲で出力します。15番目は MIDI-CC4 です。こちらは受信したフットコントローラーの値0から127に対応する CV をプラスマイナス 5V の範囲で出力します。16番目は MIDI-CC7 です。こちらは受信した MIDI チャンネルボリュームの値0から127に対応する CV をプラスマイナス 5V の範囲で出力します。次のパッチはゲートインプットです。
こちらはインプットに 0V から +5V に立ち上がるゲート信号が入るとエンベロープジェネレーターがスタートします。EG アウトプットです。エンベロープジェネレーターからの CV を出力します。こちらはアタック、ディケイの各ノブやサステインスイッチの設定により変化します。キーボードアウトプットです。本体のキーボードや内蔵シーケンサー、外部 MIDI 機器などで発音させるとその音程に応じた CV を出力します。ゲートアウトプットです。本体のキーボードや内蔵シーケンサー、外部 MIDI 機器などで発音させるとそのタイミングに応じてプラス 5V のゲート信号が出力されます。続いてテンポインプットです。こちらは3つのモードを切り替えることができます。まずセットアップモードに入り、ページ3を選択し、テンポインプットモードに切り替えます。1番目は CV インプットモードです。こちらはデフォルトの設定になっていまして、こちらはマイナス 5V からプラス 5V の CV で、テンポ 40bpm から 750bpm のコントロールが可能です。2つ目はシングルクロックアドバンスモードです。こちらはクロック信号を検出すると内部クロックが停止してテンポ LED が緑に点灯します。このモードではテンポノブは無効になります。3つ目は DIN シンクモードです。このモードでは四分音符につき24パルスの DIN 信号を検出すると内部クロックが停止してテンポ LED が緑色に点灯します。ランストップインプットです。プラス 5V のゲート信号が入っている間、シーケンサーはその時に選択しているパターンのその時のステップから演奏します。今回はコルグの SQ1 のゲートアウトからランストップインにパッチングします。リセットインプットです。このインプットにプラス 5V の信号が入るとパターンはその時点でリセットされてステップ1に戻ります。またプラス 5V の信号が入っている間はステップ1のみを繰り返し演奏します。ホールドインプットです。このインプットにプラス 5V の信号が入るとその時点で演奏していたステップを繰り返し演奏します。MIDI チャンネルの設定についても触れておきたいと思います。MIDI チャンネルを設定するにはセットアップモードのページ2を選択します。こちらの三角のボタンでページ2を選択してください。あとは数字キーを使って設定したい MIDI チャンネルを選びます。9から16を選択する場合はシフトボタンを押しながら数字キーを押してください。今回は以上となります。アナログシンセのパッチングに決まりはありません。自由な発想で音作りを楽しんでください。ご視聴いただきありがとうございました。